皆さん、こんにちは。プログラミング講師の春です。今回は Next.js と Prisma でブログを構築していきます。前回構築した認証システムにブログの投稿一覧、詳細、新規、編集、削除機能を実装していきます。基本的な機能を学ぶことで他のアプリケーションの構築にも応用できます。画像の保存はクラウディナリーを使用します。プリズマを使用したブログの構築に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。それでは始めていきましょう。今回のプロジェクトは、認証システムを構築したプロジェクトを使用します。まだ認証システムを構築していない方は、こちらのチュートリアルを参考にしてください。ログイン、サインアップ、ログアウト、プロフィール編集まで実装してあります。レイアウトのメタデータをブログに修正しておきます。プリズマのスキーマ .prisma を開きます。認証システムで構築したデータベースにブログ投稿用のデータベースを追加します。ユーザーテーブルにポストテーブルを追加します。ポストテーブルを追加します。データベースを変更したのでマイグレーションが必要になります。npx prisma migrate dev でマイグレーションをします。npx prisma generate でプリズマのクライアントを生成します。開発時はマイグレーションせずに npx prisma db プッシュだけで直接データベースを構築できます。npx prisma studio でデータベースの中身を確認します。ポストテーブルが追加されていることが確認できます。types.ts を開きます。投稿編集と削除用のモーダルの状態を管理するための型を追加します。新規投稿用のモーダルの状態管理を設定します。Hooks ホルダーに Use New Post Modal.ts ファイルを作成します。新規投稿用のモーダルの状態管理はログインやサインアップと同じになります。投稿編集用のモーダルの状態管理を設定します。Hooks ホルダーに Use Edit Post Modal.ts ファイルを作成します。投稿内容を状態管理に保存したいので、ポストとセットポストを追加しています。投稿削除用のモーダルの状態管理を設定します。Hooks ホルダーに Use Delete Post Modal.ts ファイルを作成します。削除用は編集用と同じになります。新規投稿機能を実装していきます。ナビゲーションに新規投稿ボタンを追加します。ナビゲーション .tsx ファイルを開いて Use New Post Modal Component をインポートします。Use New Post Modal のフックをコールします。新規投稿ボタンをクリックしたときにコールされる New Post 関数を作成します。On Open でモーダルを開きます。新規投稿ボタンはログインユーザーのみに表示したいので、カレントユーザーが存在するときのみ表示します。レイアウトに新規投稿用のモーダルを追加します。New Post Modal Component をインポートします。New Post Modal をコールします。新規投稿用のモーダルを作成します。モーダルスホルダーに New Post Modal.tsx ファイルを作成します。Use クライアントでクライアントコンポーネントにします。必要なライブラリをインポートします。プロフィール編集と同様に新規投稿も入力フォームと画像のアップロードをステップ形式で実装します。
入力のバリデーションは ZOT を使用してスキーマを作成します。タイトル、コンテント、イメージの3つの検証ルールを定義しています。イメージは必須ではないので、オプショナルを使用しています。ニューポストモーダル関数を作成します。Use New Postal Modal のフックをコールします。リアクトフックホームの Use Home を使用してホームの状態を管理します。Use Home の引数にデフォルトバリューズで初期値を設定してリゾルバーに ZOT で定義したスキーマを足します。ウォッチを使用することでホームの値を監視することができます。セットカスタムバリュー関数で画像の入力値を設定します。オンバック関数を作成してステップを戻すことができるようにします。オンネクスト関数を作成してステップを進めることができるようにします。プライマリーラベル関数を作成してメインボタンのラベルを設定します。セカンダリーラベル関数を作成してサブボタンのラベルを設定します。メインボタンをクリックするとオンサブミット関数が実行されます。画像アップロード以外のステップは次のステップに進めるようにしています。ローディングを開始します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。新規投稿するために API/post にポストリクエストを送信します。新規投稿が成功したら新規投稿しましたとポップアップを表示します。ステップを最初に戻してホームの値をリセットします。キャッシュをクリアしてモダルを閉じてトップページに遷移します。モダルの内容を表示する GetBodyContent 関数を作成します。ステップがイメージの場合は画像アップロードのコンポーネントを表示します。ステップがコンテントの場合はインプットコンポーネントを使用してタイトルと内容の入力フォームを表示します。共通のモーダルコンポーネントをコールします。新規投稿用の API を作成します。API ホルダーにポストホルダーを作成してルート .ts ファイルを作成します。ライブラリをインポートします。ポスト関数を作成します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。リクエストボディからタイトル、内容、画像を取得します。GetCurrent ユーザー関数からログインユーザーを取得します。ログインしてない場合はエラーを返します。新規投稿は Prisma.post.create を使用して行います。レスポンスを返します。ブログのサムネイルのデフォルト画像をパブリックホルダーに追加します。npm run dev で動作を確認します。新規投稿ボタンをクリックして新規投稿モーダルが表示されることを確認します。タイトル、内容、サムネイル画像を入力して作成ボタンをクリックします。投稿が成功したらプリズマスタジオで投稿内容を確認してみます。投稿されていることが確認できました。
トップページに表示される投稿一覧を作成していきます。アクションズフォルダーに getposts.ts ファイルを作成します。プリズマをインポートします。getPost 関数を作成します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。投稿一覧を取得するには、prisma.post.find メニューを使用します。オーダーバイでCreated Atを項順に並び替えます。インクルードでユーザー情報も一緒に取得します。リスト形式で取得することができます。トップページで投稿一覧を取得して表示します。app フォルダーの page.tsx ファイルを開きます。ポストアイテムコンポーネントと getPost 関数をインポートします。getPost 関数をコールして投稿一覧を取得します。投稿がない場合は投稿がありませんと表示します。取得したポストをマップでループしてポストアイテムコンポーネントを表示します。コンポーネンツフォルダーにポストフォルダーを作成してポストアイテム .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。ライブラリをインポートします。奇数の型定義を行います。ポストアイテム関数を作成します。投稿一覧の投稿内容は100文字に制限して表示します。投稿日時を何日か前で表示するようにします。ユーザーのアバター画像と名前、投稿日時を表示します。画像のサムネイルとタイトル、100文字に制限した内容を表示します。npm ランデブで動作を確認します。トップページに先ほど投稿したブログが表示されていることを確認します。新規投稿でもう一つブログを投稿してみます。新規投稿するとトップページに新しいブログが表示されています。投稿の詳細画面を作成していきます。投稿の詳細情報を取得します。アクションズフォルダーに getPostById.tsx ファイルを作成します。プリズマをインポートします。getPostById 関数を作成します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。投稿の詳細は prisma.post.findUnique を使用して取得します。インクルードでユーザー情報も一緒に取得します。投稿がない場合はヌルを返して、ある場合は投稿情報を返します。
APP ホルダーにポストホルダーとポスト ID ホルダーを作成し、ページ .tsx ファイルを作成します。ポストディテールコンポーネントと getPostById、getCurrentUser 関数をインポートします。引数の型定義を行います。ポストディテールページ関数を作成します。getPostById 関数から投稿の詳細情報を取得します。getCurrentUser 関数からログインユーザーを取得します。投稿がない場合は、投稿がありませんと表示します。投稿がある場合は、ポストディテールコンポーネントを表示します。ポストホルダーにポストディテール .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。ライブラリインポートします。引数の型定義を行います。ポストディテール関数を作成します。UseEditPostModal と UseDeletePostModal のフックをコールします。ユーズエフェクトで各状態管理に投稿情報を設定します。ユーザーのアバター画像と名前、投稿日時を表示します。投稿のタイトルを表示します。投稿のサムネイルを表示します。投稿の内容を表示します。ログインユーザーと投稿者が一致している場合は、編集ボタンと削除ボタンを表示します。npm ランデブで動作を確認します。投稿一覧でサムネイルをクリックすると、投稿詳細画面に遷移することができます。ログインユーザーを投稿者なので、編集ボタンと削除ボタンが表示されています。投稿の編集機能を実装していきます。レイアウトに投稿編集モデルを追加します。エディットポストモダルコンポーネントをインポートします。エディットポストモダルコンポーネントをコールします。モーダルスにエディットポストモダル .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。ライブラリをインポートします。新規投稿と同様にステップ形式でモーダルを進めます。ドットを使用してバリデーションを行います。エディットポストモーダル関数を作成します。ユーズエディットポストモダルのフックをコールします。リアクトフックホームのユーズホームを使用してホームの状態を管理します。ウォッチで画像の監視を行います。カスタム値を設定する関数を作成します。ユーズエフェクトで状態管理のポストから投稿情報を取得して初期値を設定します。戻るボタンと次へボタンの動作を設定します。メインボタンのラベルとサブボタンのラベルを設定します。メインボタンをクリックしたときに、オンサブミット関数がコールされます。
テップがイメージ以外の場合は、次へボタンの動作になります。ローディングを開始します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。投稿を編集するために API ポスト投稿 ID にパッチリクエストを送ります。投稿の編集に成功した場合はポップアップを表示します。ステップを最初に戻して投稿情報をリセットしてモーダルを閉じます。モーダルの内容を設定する GetBody コンテント関数を作成します。ステップがイメージの場合は画像のアップロードフォームを表示します。ステップがコンテントの場合は投稿を入力するフォームを表示します。共通のモーダルコンポーネントをインポートします。投稿編集用の API を作成します。API のポストホルダーにポスト ID ホルダーを作成してルート .tsets ファイルを作成します。ライブラリをインポートします。パッチ関数を作成します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。リクエストボディからタイトル、内容、画像を取得します。GetCurrent ユーザー関数からログインユーザーを取得します。ログインしてない場合はエラーを返します。引数にポスト ID がない場合はエラーを返します。投稿と編集は Prisma.post. アップデートを使用します。レスポンスを返します。npm run dev で動作を確認します。投稿詳細画面の編集ボタンをクリックすると、投稿編集のモーダルが表示されます。中身を変更して編集ボタンをクリックします。編集が成功すると、投稿内容が変更されていることが確認できます。最後に投稿の削除機能を実装していきます。レイアウトに投稿削除モーダルを追加します。デリートポストモーダルコンポーネントをインポートします。デリートポストモーダルコンポーネントをコールします。投稿削除用のモーダルを作成します。モーダルズホルダーにデリートポストモーダル .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。ライブラリをインポートします。デリートポストモーダル関数を作成します。ユーズデリートポストモーダルのフックをコールします。ユーズエフェクトで状態管理のポストから投稿 ID を取得して初期値を設定します。オンサブミット関数を作成します。ローディングを開始してトライキャッチでエラーハンドリングを行います。投稿を削除するために API ポスト投稿 ID にデリートリクエストを送信します。投稿の削除に成功した場合はポップアップを表示します。モーダルを閉じてトップページに遷移します。モーダルの内容を表示するボディコンテントを作成します。共通のモーダルコンポーネントをインポートします。投稿削除用の API を作成します。投稿編集のパッチ関数の下に追加します。デリート関数を作成します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。
ログインユーザーを取得します。ログインしてない場合はエラーを返します。投稿 ID がない場合はエラーを返します。投稿の削除は prisma.post.delete を使用します。レスポンスを返します。npm ランデブで動作を確認します。新規投稿して投稿を削除してみます。削除ボタンをクリックするとモーダルが表示されます。削除ボタンをクリックすると投稿が削除されていることが確認できます。ブログ一覧取得、詳細、新規投稿、編集削除ができるようになりました。以上で Next.js と Prisma でブログ構築は終了です。前回の認証システムと今回のブログ構築で基本的なアプリの機能は構築できましたので、ぜひ Next.js と Prisma を使用していろいろとアプリケーションを構築してみてください。モーダルでの表示を実装することでユーザーの操作性を向上することができます。プリズマはとても使いやすいのでおすすめです。講座のソースコードは LINE 登録するとダウンロードできるようになっています。他の講座のソースコードも簡単にダウンロードできます。最新情報も届きますので、ぜひお友達登録をお願いします。チュートリアルは前代も解説していますので参考にしてください。概要欄に貼り付けておきます。Q&A サイトを公開しましたので、講座の不明点や個人解説の疑問点など何でもご質問ください。会員登録しておくと新着の講座情報が届きます。もし参考になったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。